早いな本が。そうか、気のせいだろう。何をたるんでるんだ、シャキッとせんか。なんだいきなり。そんなものあるわけなかろう。それではな。おはよう、本郷。おはよう、兄ちゃん。おはようございます、兄様。兄様、どうかしたんですか？春蘭様、どうかしたの？どこか変わったところでもあったか？まあな、このところさしたる任務もないしな。それならわかるかな。僕も毎日書類で嫌になっちゃうよ。もう聞いたら。そうだけど、かりん様がお城にいるときは護衛よりもそっちの仕事の方が多くて。いくら姉者でもそこまで鈍ってはおらんと思うがな。この間もそうだったろ。ああいう騒ぎが程よく起こってくれればよいのだが。まあ騒ぎが起こってほしいというのもおかしな話だな。今の葬儀にどこか攻めてくるところがあるというのも考えづらいですしね。おっと、式か。明日か尽きて領丘を治められ、公と死して宗君になる。まあ我らにとっては耳の痛い言葉だよ。なんかもっと難しくなった。どういう意味なんですか、シュウラン様？それは自分で調べてみろ、キ。これも勉強だ。わかりました。ルルー。はいはい、一緒に調べてあげるから。無論だ。とりあえず町議に行くぞ、3人とも。賊だと？はい、蜀との国境のあたりなのですが、警備している兵からそういった一団が現れたという報告がありまして。なんだかずいぶん嬉しそうですね、シュンランちゃん。別に嬉しくなどあるものか。かりん様の領内で好き放題悪事を働くなど、なんとちょうどいやけしからん連中だ。そうですね。それで被害のほどは？いえ、今のところはまだないんですが、今国境に配備されてるのは
少数の国境警備と村々の警備の兵だけなので。防備だけならなんとかなっても、賊を追跡して殲滅できるだけの戦力はないということですか？全くもって。まあどこかが頑張ってくれてもいいんですけど。あの辺りの状況だとそれも期待できんだろ行けばいいじゃないすか。そういうわけにもいかないでしょ、カロンさん。なんですか？何かがある前にパカーって叩いちゃう方がいいっすよ。僕もそう思う。どうしてやらないんですか、春蘭様。それはだな。それは春蘭様。本郷、お前説明してやれ。本郷といえばお前しかおるまい。説明してやれ。私か？そうね。春蘭、説明してみなさい。ご命令とあらばそれではだな。国境と村の警備の兵がいるとするだろう。これが賊などを倒す。倒しちゃいましたよ。しまった。倒してはいかんのだったな。であればこうやってこうやれば、こう来てこう来てドン。また倒しちゃったっす。おのれ、なぜ倒せる相手を倒してはならんのだ、カズト。だが私の考えでは倒せてしまうではないか。貴様ならちゃんと倒せないとでも言うのか？そのようなことはどうでもいい。貴様の考えではどうしてそうなるのだ。なんだと？いや、だが倒せる相手を倒すに越したことはないよな。どうして倒せてはいかんのだ。じゃあ今度はカズトッチが説明してほしいっす。そうだな。本郷、説明してみせろ。先ほどは私に偉そうに言ったのだからな。倒したら承知せんぞ。大丈夫だ。本郷では倒せん。どっちかしか攻撃できない。大丈夫っす。任せるっす。兵を出すっす。これでおしまいっす。カズトッチずるいっす。なんでカズトッチは兵を両方に使えるんすか。
じゃあお城を守るっす。そんなのずるいっす。カズトッチがむちゃくちゃ有利じゃないっすか。だから苦労しているのだ、国境の連中は。じゃあ私もカズトッチみたいに仲間を呼ぶっすよ。キーそれっていいの？だってカズトッチばっかり兵法とか陽動とかずるいっす。じゃあ僕はお城を守ればいいの？そうっす。その間に私が出て行ってカズトッチをパカーって。だって私も攻めたいっす。二人でかかれば威力も倍っすよ。じゃあやっぱりキーが守ればいいっす。兄ちゃん困ってるみたいだけどいいのかな。で、その経費と人員はどこから出すんですの？国境にはキーのような応援もいませんのよ。だからお姉様もカズトさんも困っているの。じゃあお城は陛下が守っててほしいっす。私も攻めたいっす。もうこの子は。なんだ、結局倒されているではないか。だらしない。別にキーの応援を呼ばずともあの程度どうにでもなるだろう。春蘭様、そういうことってできるんですか？お手本見せてほしいっす。簡単ではないか。まずはどうするのだったか？それは陽動で本命は城なのだろう。ならば決まっている。即座に国境の賊を叩き潰して軍を反転させ、城を攻めたバカどもを叩けばいい。我が軍にそのような弱卒はおらん。グダグダですね、お兄さん。ふふん、参ったか。とはいえ国境や村の警備兵が加工トン隊ほどの精兵ではないのも確かですので、カリン様、こちらから応援の兵を出したいのですが。そうね、いいでしょう。誰か行きたいものはある？私行きたいっす。僕も行きたいです。さて、ならどうしようかしら。キーとカロンを一緒に行かせるのは少し多すぎる気もするわね。多くないっすよ。族はキーと半分こするっすね、キー。うん。それに僕とカロン様がいれば族がどこに出てきたって対処できます。その先読みができる将ならば一人で対処できるわよね。でもそういうのが上手なシアちゃんは今南部の視察で留守ですし。カリン様、他にちょうど良い人材はいないかしら。ああ、カリン様。だから本郷隊は新兵の教練に集中なさい。仕上げ前で凪たちが手すきというならともかく、今期の兵はまだその段階にはないでしょ。
そのカリン様。さて他に使えそうな兵となるとシャンフーどうかしら。ご命令とあらば。カリン様。あらシュンランどうかした。キーやカロンよりも頼りになって機動力も経験もある将をお探しなのですよね。そうね。シュンランは誰か心当たりがある？心当たりも何も？この私が。あら、たかだか辺境の族相手にシュンランなど使っては牛刀を持って鶏を裂くと笑われてしまうわよ。そのようなことはありません。となるとこの私が牛刀と認めているものが実は鶏を裂く程度の小刀だったと、私の目が曇っていたと、そういうことにならないかしら。いえカリン様の目が曇っているなどそんなことは断じて。シュンランはこの相馬男を周辺諸国の笑い物にでもするつもり？決してそんなつもりは。ならカリン様。カズト？おうそれです。ここでカリン様の威厳を示すためにもぜひ私めに出陣を。どう思う？寝るな。おう、漫才は終わりましたか？誰が漫才だ誰が。でどうかしら？そうですね。お兄さんの意見も一理あるかと。シュンランちゃんも最近出動がありませんでしたし、葬儀の姿勢を改めて誇示する形で問題ないのでは？そうね。なら補佐にはシューランがつきなさい。よい。そうかしら。野に話したシュンランの手綱を取れる人材が他にいるなら別だけれど。それでいい？シュンラン。お任せください。シューランも頼むぞ。いいなあ、シュンラン様。僕も族退治行きたかったです。羨ましいっす。いいだろう。なんだと？そういうことよ。3人とももっと精進なさい。はーい、わかったっす。私もですか？ならば命じるわ。シュンラン、シューランの両名は至急支度を整えて西の族退治に向かいなさい。カロン、エイカ、キーは準備の手伝いをするように。はっ。わかりました。隊長、北側異常なかったで。西側も大丈夫だったの。
こら、報告書がまだだろう。それに訓練部隊の予定の調整も。兄ちゃんだ。おーい兄ちゃん、カズトッチ。あのね、さっき春蘭様たちから早馬が届いたんだよ。もうすぐ落葉に作って。というか討伐自体も凄まじく早かったですね。だって春姉と周年っすよ。せやな、義の筆頭2人がいきゃそりゃ族なんざあっちゅう間やろうな。だよ、だからさ、兄ちゃんも迎えに行こうよね。隊長、ずるいの。隊長、さっき報告書を書くまでが巡回って言うたやん。隊長、よければ報告書は自分が。あげちゃん、隊長にだけ甘いの。ずるいの。兄ちゃん、カズトッチ。隊長話わかる。これで今日はお買い物に行けるの。隊長、いえ、明日までにちゃんと出してくださいね。ほらほら、だったらカズトッチ行くっすよ。そうだよ、早く行かないと春蘭様たち本当に帰ってきちゃうんだから。は、お任せください。おかえりなさい、春蘭様。おかえりっす、春姉。え？春姉？ああ、お前たちか。あれ？おかえりなさい、春蘭様。無事に戻って。春蘭様、お腹空いてます？僕、近くに美味しい肉まんのお店知ってるから行きます？いや、大丈夫だ。腹は減ってるな。そうだ、今ルルたちが宴の用意をしてるんすよ。春姉たちが無事に戻ってきたお祝いをしようって。それにかりん姉も広間で報告を聞く支度をしてて。春姉、なんか変なものでも食べたっすか？兄ちゃん、春蘭様がおかしくなっちゃった。どうしちゃったんだろう。だっていつもの春姉ならかりん姉が待ってるって聞いたらおーってなってそのまま走って行っちゃうっすよ。もしかしたらシューラン様もおかしく。ああ、本郷たちか。出迎えか、すまんな。当たり前だ。あの程度の族ごときに遅れなど取らんよ。ああ、よかった。シュー
たことではないのだ。もしかして病気とかですか？カナさん、探してきた方がいいですか？大丈夫だキー、そう気にしなくてもいいし、すでに軍医にも見せた。そうですか。至って健康だそうだ。総員、このまま粛々と進軍せよ。兄ちゃん、春蘭様、カリン様にお会いしたらきっと元気になるよね。そうっすよ。きっとすぐいつもみたいに「おお、カリン様!」ってなるっす。隊長、それが春蘭様、本当に大丈夫なのでしょうか？わかるはずないの。ちょっとお話ししたけど、体調はどうだったの？そういや隊長、うちちょっと思い当たるところがあって。そうなの？春蘭様が城に戻った後、いつもみたいに工房で刀預かったんやけど、逆や逆。刃に一滴の血もついてなかった。春蘭様が？それって変なの。春蘭様、ああいう戦いだと最前線に立って突っ込んじゃうの。兄ちゃん、春蘭様のところもう行った？おう、本郷、また来たのか。ああ、すまんな。どうしたんですか、春蘭様？なんでもない。だから大丈夫だと言っているだろう。ちょっと考え事があるだけだ。春でやっぱり変なもの食べたんじゃないすか？そうですよ。ほら、ルルが美味しいご飯作ってくれてますから。別に変なものだと食べておらん。行軍中もシューランと同じものしか口にしていないぞ。でも春蘭だって何か悩むことくらいあるでしょう。聞いてほしければ聞くけれど。いえ、大丈夫です。そう、必要なことであればいくらでも考えるといいわ。ありがとうございます、かりん様。
それともネアで聞いてあげましょうか？あ、いえ、大丈夫です。それでは失礼します。シューラン。うむ。まあシューランがいるうちは何とでもなるでしょう。私も別に全てを分かっているわけではないのよ。ねえねえ兄ちゃん、明日の天気もしかして槍が降ってくるっすか？お、本郷、まだ起きていたか。なんだ、そんな死者が枕元にでも立ったような間抜け面をして。よくわからんが、それは間違いなく失礼なことを考えている顔だな。うん、まぐわらせろ。だからまぐわらせろと言っているのだ。まぐわらせろ。すまんな本郷。姉者の好きなようにさせてやってくれんか。それがな本郷。シューラン、そんなことは後でいい。だからまぐわらせろと言っているのだ。わからんやつだな、シューラン。やれやれ。すまんな本郷。やれやれ、そう言って何度出した。それは。姉じゃ、いい加減腹をくくれ。長いぞ。
戦が終わっただろ。平和になったら私は何をすればいいのかと思ってな。その程度の戦は私でなくてもできる。今回の総統選も期待してなどいなかったが、それにしても拍子抜けでな。私が先陣を切って突っ込むと、そのまま雲の子を散らすように逃げてしまってな。あとはチリジリの族どもを個別に捕らえるだけだったな。あの程度ならそれこそカロンやキーどころか、お前のところの新兵でもなんとかなるだろう。お前やカリン様が望まぬ限り、カントや石壁のような戦いはもう起こらんだろうしな。集団は何でもできるし、軍師のフーやリンは文官の仕事もできよう。キーやルルもカリン様の護衛や厨房や地方の仕事を引き受けている。姉じゃ。ケーファに至っては貴様の子をはらんだと聞くしな。だが私にできるのはただ強者相手に刃を振るうことだけだ。慰めはいらん。カントや石壁のような大きな戦がない世界はカリン様がお望みになったことだ。この大陸がそうなったことはそれで良いのだ。とはいえ、いざ平和になってみると、そこにギブの体験の置き場はあるのかと思ってな。前にお前と指南役だの道家だのといろいろ試してみたこともあったが、どれもうまくいかなかったしな。カリン様はゆっくり考えろとおっしゃったが、私はシューランたちのように賢くはないから、他に何をすればいいのかも見えてこなくてな。とりあえずケーファのように女の幸せとやらが得られんかと思ってみたのだが。ああ、すまんカズト。姉者はケーファが休みを取って以来あれに会ったことがないのだ。わからん。なんだ、笑ったな。うるさい。
話が長くなっては立つものも立たんだろう。いつもカリン様はいきなり脱げとおっしゃるが、まあとりあえず立たんのは問題だな。次からはちゃんと説明してやろう。ふむ。そうか。あれこれ考えるのは性に合わん。今日はここで寝ていくからな、カズと。シューランも一緒に寝るのだぞ。いいな。承知した姉じゃ。あれだけまぐわえばな、疲れもするさ。姉じゃだからな。ふむ、姉じゃからも頼まれたし、カズとも構わんよな。ふむ、暖かいな、カズと。ああ。おはよう隊長。遅いぞ魔王。もうみんな揃っているぞ。せやかてなぎ、みんなが揃うてるって必ず最後の一人は出るもんやろ。その言い方はおかしないか？そうなの。みんなが最後の一人にならないようにしたら集合時間もどんどん早くなっちゃうの。それは。隊長もそれは嫌よな。うちお日さん昇る前に集まってもみんな揃うとるとか言われるん嫌やで。任しといて。隊長のいけず、隊長も十分頭回ってるの。おう本郷、こんなところにいたか。春蘭様。それに
様まで。その格好どないしたん？城下の仕立て屋に新しい訓練服を発注していたそうではないか。それを先に回してもらったのだ。訓練服ってあれ、訓練の時に着る服ってことなの？隊長。ないの。あれはなしやな。動きやすそうだし、私は悪くないと思うが。絶対ないの。あんなの着て人前に立つとか絶対お嫁に行けないの。隊長、あれ教官は着なくていいよね。嫌なの。さは私たちはそれを着ているんだが、聞かなかったことにしてなの。私がこれからどうあるべきか改めて考えてだな。まずは気持ちを新たにするため、ただの一兵卒から出直してみようかと思ったのだ。というわけで、これからよろしく頼むぞ、皆の者。これから私と姉女は新兵の一員として本郷隊に配属されることになる。それって春蘭様とシューラン様がサオたちの下につくってことなの？よろしく頼むぞ。隊長、何やスギアイストン、うちそんなん聞いてへんで。隊長が女の子の言うことをホイホイ聞いちゃうのはいつものことだけど、だらしないのは下半身だけにしといてほしいの。ああ、カリン様ならもちろんご存知だ。ですが、お二人のお仕事は？お二人が抜けては木の中枢は？キーとルルが引き継いでくれることになっている。本郷、貴様この間手伝えることなら応援すると言ったよな。ならば手伝え。それとも二言があるか？隊長、最初からそう言えばよいのだ。よし、ならば今日の任務とやらを聞いてやろう。この過去を現状、新兵として存分に働いてやろうではないか。